さつまいもガレットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、さつまいもガレットを作っていきたいと思います。さつまいもを千切りしてガレット風に焼き上げたものなんですけれども、間にチーズを入れて作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、とろけるチーズ、グラニュー糖、無塩バター、片栗粉。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもですね。こちら今の状態で約 300g になります。品種に関しましては、今回私は金時芋を使っていきます。こちらの品種はお好みのものを使って作ってみてください。そして今回はとろけるチーズも加えていきます。スライスチーズなどを入れていただいても OK です。あとはグラニュー糖ですね。こちらは普通の白砂糖で代用していただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、さつまいもを千切りにしていきます。最初に両先端を切り落としてください。はい、そしたらですね、さつまいもを斜めの薄切りにしていきます。スライサーなどを使っていただいても OK です。だいたいね 5mm 弱ぐらいの厚みにしていただくといいかなと思います。ちょっとねさつまいもが硬いので手を怪我しないようにだけ注意しながら切るようにしてください。はい、このようにね薄切りしてください。そしたら続いてこちらを千切りにしていきます。細めに切っていただくとカリッとした食感に仕上がります。はい、このように細切りしてください。そして切ったものはですね、ボウルにお水を張ってこの中に入れておいてください。それではね、残りも同じように千切りにしていきます。はい、OK です。このように全部千切りにしてください。そしたらこのまま3分ほど水にさらします。それではですね、さつまいもを水にさらしている間にバターを切っていきます。まずバターはね、半分半分に分けてください。そして片方だけね、切っていきます。こちらはだいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。もう片方はね、このままで OK です。バターはこのように半分だけ1センチ角に切っておきましょう。はい、それではね、3分経ったので水切りします。このように水切りしたらボウルに戻します。そしてこのように広げて一度ラップをします。そしてこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。2分加熱しました。ラップを外します。そしたら一度ね、よく混ぜてください。こうやって傾けた時にもしね、水分が出てきた時は、こちらはね、ペーパーで拭き取ってください。はい、OK です。そしたらここに片栗粉を加えます。はい、そして全体によくまぶしましょう。はい、これで OK です。それでは今から焼いていきます。こちらのチーズに関しましては真ん中にねサンドしたいと思います。それではフライパンを用意してください。今回は20センチのフライパンを使用していきます。まずここに先ほど切ってない方のバターを入れてください。そしてグラニュー糖も半分加えます。そして火にかけましょう。火加減中火です。一度ねこちらのバターを溶かしてください。グラニュー糖もね全体に広げましょう。はい、でこのようにバターが溶けたら火加減弱火にします。そしてこのさつまいもを半分加えてください。そして全体に広げます。ゴムベラなどでねちょっと整えてください。押さえつけます。そして半分入れたらこちらチーズをのせます。そして広げましょう。このやってる時にねやけどしないように注意してください。そしたら残りのさつまいもをのせます。はい、そして全体に広げてぎゅーっと押さえつけていきます。できるだけねしっかりめに押さえつけましょう。はい、これで形を整えてください。そしたら蓋をします。蓋をして火加減弱火でこのまま10分ほどじっくり焼いていきます。
はい、10分経ちました。蓋を開けます。そして一度ね、焼き色をチェックしてください。そしたらですね、いい感じに焼き色がついたら、ここにグラニュー糖をね、まぶします。残りのグラニュー糖を全部ですね、振りかけてください。そしてこちらを裏返します。よいしょ。このように美味しそうな焼き色がついてます。そしたらですね、こちら切っておいたバターをこの周りにのせます。そして溶かして底の部分にですね、染み込ませていきます。ちょっとね、フライパンを揺すると下にね、どんどんバターが入っていくと思います。はい、そしてバターが溶けたらまた同じようにね、ヘラで押さえつけてください。そしてこのまま火加減弱火でまた同じようにいい感じにね、焼き色がつくまで焼いていきます。片面焼くときはですね、蓋をせずに焼いてください。そうするとね、両面カリッとした仕上がりになります。はい、今ね、だいたい7分ほど経ちました。焼き色チェックします。これでいい感じに焼き色がついてれば OK です。一度ね、裏返して片面をね、もう一度焼きましょう。そうするとね、カリッとした仕上がりになります。はい、このようにね、美味しそうに仕上がりました。火を止めます。このままですね、 2,3 分置いておくと表面がね、よりカリッとした仕上がりになります。はい、これでさつまいもガレットの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、表面はとてもカリカリに仕上がってます。ではね、ここにね、最後仕上げにトッピングで蜂蜜をかけたいと思います。こちらはお好みで OK です。とてもね、美味しそうな仕上がりになってます。では切りたいと思います。断面はこのような仕上がりになってます。チーズもね、程よく溶けてとても美味しそうな仕上がりになりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。表面がカリッとしててすごく美味しいです。そしてチーズとも相性抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもガレットのポイントです。まずさつまいもの品種なんですが、こちらはお好みのものを使ってください。今回私は金時芋を使ってます。そしてさつまいもなんですけれども、こちらはできるだけ細切りにしてみてください。そうすることでカリカリに仕上がりやすくなります。ただですね、切るときはさつまいもがすごく硬いので、手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そして切り終わったさつまいもは一度水に軽くさらして、その後水を切って電子レンジで2分ほど加熱してください。そうすることでさつまいもが少し柔らかくなって全体が馴染みやすくなります。加熱した後はですね、水分が出てる場合は水分を拭き取って、その後片栗粉をまぶしてください。あとはね、もう焼くだけなのですごく簡単です。今回はですね、間にチーズを挟んでます。こちらのチーズもね、お好みのチーズを入れていただいて OK です。今回私は20センチのフライパンを使ってるんですけれども、フライパンに敷き詰めたらですね、隙間ができるだけできないようにしっかり押さえつけて焼くようにしてください。そして最初焼くときはですね、蓋をして蒸し焼きしてください。そして弱火でじっくり火入れしてみてください。そうすることでね、さつまいもの甘みが増して美味しくなります。焼き色がつくまでだいたい10分ぐらいかかると思うんですが、こちらはフライパンの種類によってもね、適正な焼き時間が変わる場合がありますので、この焼き時間は焼き色の様子を見ながら調整していただけたらと思います。そしていい感じに焼き色がついたらグラニュー糖を表面にまぶして、それから裏返してください。そうすることで両面カリッとした仕上がりにすることができます。バターに関しましては4箇所に置いて下に入れ込むように少しフライパンを揺すってみてください。バターが溶けたらまたね、表面を押さえつけて、片面は蓋を開けた状態で焼き色がつくまで焼いてみてください。そして焼き上がった後なんですが、少し冷めると表面がカリカリに仕上がります。あとはお好みの大きさに切って召し上がってください。最後にですね、蜂蜜をかけたんですが、こちらはね、結構甘めになるので、甘いのがお好きな方はね、ぜひかけて食べてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもガレットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こ
ちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。